前回のあらすじ。世界恐慌による不況からの回復期であった日本。国内政治は軍の影響力増大により政治への介入が目立っていた。そんな中、1936年2月26日には陸軍行動派による226事件が発生。これに対し政府は警視庁を動員し、行動派のクーデターを鎮圧。時の首相岡田啓介はこのクーデター未遂の原因を軍部の影響力増大によるものとし、帝国議会で反文演説を実行。その後、党派を超えた反文対派閥を結成し、軍に対抗する組織として警視庁の拡大や皇族からの支持をもらうために奔走した。岡田首相はその後の同年3月16日に東京駅で暗殺されるものの、その後を継いだ徳川家定首相による抵抗は続き、1937年7月20日に治安維持法の廃止にたどり着いたのである。しかし治安維持法廃止の方を受けた軍は、大阪において政府側の駐屯地を襲撃。その後、瞬く間に全国規模での蜂起が始まり、軍隊派閥と文民政府の内戦が始まるのであった。こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、春日部紬だよ。というわけで今回は内戦の開始時点から、民主派は関東途中部、北陸、山陽に北九州を領有してるね。逆に軍隊派閥はそれ以外の全州を領有しているのだ。普通に考えてもまっ不利な気がするんですけど。それは薄々感じてるけどユナなのだ。まあ指導で手段を動かして不利を覆すさ。なるほど。ずんだもん先輩頑張ってくださいね。任せろなのだ。まずは孤立している山陰と南九州の敵を殲滅するよ。敵本拠地は大阪ですし補給が来てないっすね。なんとしても殲滅。これに失敗したら民主派は一気に不利になるのだ。なんか金城天皇は退位させられたんだが。イベント文をよく見たら、陛下は軍部の政治支配に甘んじており、国内の武力を伴う派閥争いに何ら対応しなかったことで退位させられたようだね。昭和終了のお知らせなのだ。次の天皇は弟の高松宮信人親王が即位するみたい。マジで変わったのだ。昭和に代わり信玄坊はエランになったみたいだよ。何はともあれ新しい天皇陛下に万歳。一方の内戦は敵の配置が間に合っていない間に京都を占領。そのまま大阪も占領できるか。大阪を包囲しようとする間に敵の増援が到着。短期戦から長期戦の様相を呈してきたよ。よく見たら敵軍には軽戦車師団がいるっぽい。なんかドクトリンの取得方法が変わってる。どうやらメインのドクトリンを選んだ後にサブのドクトリンを選んでいく形式に変わったようだね。サブドクトリンの選択によって潜水艦や空母なんかの性能を自分好みに底上げできるようになってるのか。戦術の幅が広がりそうだな。日本沿岸の戦いにおいて我が方の海軍が勝利したね。あんま沈めまくられても困るのだ。そして1937年10月23日、長らく戦闘が続いていた大阪を奪還。その後も九州において危うく福岡を陥落しかけるも指導操作にて両軍敵軍を包囲したのだ。さすがっすね。大阪を奪還した師団はそのまま四国も解放。西日本における勝利は確実ですな。そして西日本での戦いを終えた師団が東北戦線に合流。全兵力をもって敵臨時ストの札幌を目指すのだ。山脈と狭い戦線で若干進軍に遅れが見られるものの、敵の充足率は下がっているようで徐々に進軍できてるね。その後は盛岡を奪還し仙台近郊で敵襲師団程度を包囲。これでこの内戦の勝敗も決まりましたな。そして1938年3月25日の仙台奪還を受けて軍隊勢力は降伏。約8ヶ月に及ぶ内戦は我々民主派の勝利で幕を下ろしたのだ。未だ満州には残党が残っていますが、何はともあれこれで軍からの政治介入を受けなくなりました。そうか。内戦を経たのだから海外の領土は独立するよな。満州、朝鮮、台湾はそれぞれ独立しましたが、これに対応するのはもう少し先になりますね。内戦終結を受けて日本では総選挙が実施。再び立憲民政党と立憲政友会の戦いが始まるのだ。直ちに選挙が実施され、選挙結果が届きました。今回はどちらの政党が勝利したかな。今回は保守的な立憲政友会が勝利したのだ。そして政友会最初のお仕事は天下りを受け入れることから。いやいやこんなことするから政党政治に対して国民から失望されるんでしょう。でもこの国家方針達成すると政治力獲得に 15% のバフがつくから。ならいいか。そして次は次期首相についてなのだ。また首相が変わるの？次の首相候補は徳川家世と鳩山一郎、米内光政なのだ。今度は誰にするの？次は鳩山一郎にするのだ。
その後すぐに鳩山一郎が首相に就任。政治力と戦争協力度、軍需工場建設速度にバフがかかるの強いな。鳩山一郎首相最初の仕事は立憲政友会を解党し新党自由民主党を作ることから。せっかく選挙に勝ったのにわざわざ自民党にくら替えする必要ある？絶対に必要なのだ。先日治安維持法を廃止しただろう。あの内戦の引き金になった？その治安維持法がなくなったことで良くも悪くも社会主義者が自由に活動できるようになったのだ。それを表現の自由という人もいるけどね。でだ、社会主義者の伸長による革新政党の増大を見込んで我々立憲政友会は野党立憲民政党との合流を図るのだ。なるほど、そのための自由民主党ということか。党内部で多少考えが違くてもいい。派閥を作って広く大衆から支持される政党になれば長期にわたって自民党は国政で与党になれるはずなのだ。欧州ではミュンヘン協定が結ばれた模様。ドイツの拡大路線には今後も注視する必要があるな。自民党の結成を達成しました。この保守勢力の大同団結で安定した政治が実現できるだろうな。若干鳩山一郎首相の能力も上がりましたよ。大したことねえのだ。そんじゃ次は新憲法の起草に移るのだ。従来の大日本帝国憲法はドイツ帝国憲法に習ったものでした。しかし新憲法では西欧諸国に習った憲法にするみたいだね。天皇の権限を抑制するっぽい。随分と早いがもう日本国の象徴になるのか。さらに天皇の権力を制限するのだ。憲法でも天皇の権限を抑制したのに文民政府はどんだけ天皇を恐れているんですかね。さらに国内の派閥を粉砕、陸軍、海軍、財閥の派閥をぶっ壊して市民派閥の一強体制を築くのだ。これで派閥の顔色を伺う必要もなくなったね。そして満州において今羅文による支配を続け惰民を貪っている関東軍に正義の鉄槌を下す時が来たよ。民を顧みず己が特権を守るためだけに腐敗と暴虐を重ねてきた奴らに自由と正義が何たるかを教えてやろう。国家方針の闘争の完遂を完了。開戦自由は入手しましたしそのまますぐに宣戦布告できます。ならばすぐさま帝国関東州に宣戦布告。大連の狭い戦線ですからまずは守りに徹して敵の充足を割った方が良さそうだね。守りに徹するのは楽でいいんだけどな。地味なことこの上ないのだ。欧州方面ではドイツがポーランドを占領してるじゃん。日本も負けじと攻撃なのだ。ダメ。まあこうなることも想定内。強襲上陸をして戦線を広げれば物量で押し切れるのだ。いや想定内なら最初からできたじゃん。行く。で強襲上陸の方はどうですか？仕様変わったのか強襲上陸が始まらないのだ。っていうかこれそもそも制海権取れてんすかね。それすらわかんねえのだ。でも大連の戦線が動いたじゃん。もう強襲上陸しなくても戦線動くなこれ。一度突破できてしまえばこちらのものですね。敵の再配置が間に合っていないところからさらに進行していくのだ。万里の長城を越えて敵首都新京を占領。帝国関東州は臨時首都国土に移動したのだ。まあ移動したところですぐに占領するんだけどね。そして1940年12月4日今度は占領することで帝国関東州は降伏したのだ。ちょっと時間かかりすぎましたね。そして帝国関東州を倒した後はなんだこの国家方針はいつもと変わらんやんけ。何を言うか我々は中華民国に侵略するのではなく汚職にまみれた中華民国政府から中国人民を解放するだけなのだ。上海共同疎開の安全措置が完了。国家方針は引き続き西太平洋条約機構の設立に進むのだ。でいつ宣戦布告が行われるのかな。蒋介石は我々の最後通帳を拒否。これで中華民国に宣戦布告なのだ。宣戦布告後すぐに中華統一戦線加盟国が続々と参戦。敵国は新疆以外の全中華じゃん。なんならもう京が敵に回っていて普通に厄介なのだ。どうすんのさ。とりあえず上陸作戦。上陸して戦線を広げればなんとかなる。お、上海の方は上陸できたじゃん。できないかと思ってたよ。もう少し期待してもいいんだけどな。でも上海を少し進んだところで進めなくなったじゃん。いやこれはされてないんじゃなくて敵に攻撃させて充足を割ろうとしてるだけだから。一方の国家方針は植民地化されたアジア諸国の解放を達成。これは日本にはDLC 発売以前からありましたよね。そうだな。フィッション場面より政治力を使って植民地状態のアジアの国を日本に移譲できるよ。あれ今までって東南アジアの植民地しか選択できなかった気がしましたけど新疆まで選択できるようになったんですね。まずは英領ビルマ、その次は英領マラヤが拒否。
帝国主義者め、いずれ必ず半殺しにするのだ。まあまあ。一方オランダは乱領東インドを異常。ソビエトの野郎も半殺しにされたいようだな。まあ今は中国戦線に集中してね。任せろ。ちょうど満州方面で包囲できそうなのだ。お、20師団くらい包囲できたかな。あとはこれを何度も繰り返していけば。いや相手は中国だぞ。どんだけかかるんだよ。余ってランカチャハル方面の敵軍が薄くなってる。ほんとだ。満州で殲滅された分の再配置とかで一瞬薄くなったんですかね。こうなったら怒涛の指導操作でどんどん南下していくのだ。まずはチャハルが降伏。その後も南下を続けて上海上陸軍と接続したのだ。いい感じっすけど、満州方面の師団がいつの間にかほとんど南京方面に出ていっちゃってますよ。なんだこれは。とりあえず少数で敵軍を包囲して何とかするのだ。なんとかって適当に都市部の包囲を目指すよ。敵師団の充足率は低下しているし、兵が同数なら割と勝ててますな。包囲されてる自分の救出も忘れずに行うのだ。いつの間に包囲されてんだ。ここで関東文末が降伏。満州では包囲したりされたりの地獄だけどカナンは順調だね。ここからは河南方面から引き抜いた師団で一気に河北の粉末を倒すのだ。ただの作業が続きますな。ここでネーカバカ、中華ソビエト共和国、三世、関西バカが立て続けに降伏。あとは中華民国だけ。全軍総攻撃なのだ。もう小銃の在庫リューテルテルゴリ押すのだ。重慶さえ占領すれば終結か。そして1943年7月13日、重慶で日本軍によって占領されることで中華民国は降伏したのだ。3年間にわたる日中戦争が終わりましたね。南京条約締結。中国は日本の傀儡国にしたよ。へえ、てっきり沿岸部だけ直轄領にして内陸を傀儡にするのかと思ってた。何言ってるのだ。日本は民主主義国家がした中国から領土を奪うわけないのだ。なんなら満州も返還なのだ。逆になんか怪しいな。それはそうとアジア中央銀行を作るから同盟国と傀儡国は日本との共通通貨を使えよな。親なんかかさむ気が。日本との共通通貨を使ってくれてありがとう。それじゃあ経済依存度上げるね。なんだこのぶっ壊れディシジョン。同盟国をワンクリックで傀儡国にできるぞ。そして国家方針の政治系ツリーの一番下、大東亜連邦を進めるのだ。おいちょっと待て、傀儡国を統合するディシジョンってなんだよ。日中戦争も終わって、まあここからはほぼ委任ブランみたいなもんだけど、ソ連に宣戦布告するのだ。そういえばソ連って新疆を異常しなかったから開戦自由持ってましたね。まあそんなことよりさっきの大東亜連邦の NF が気になりすぎるんだけど。仕方ないな。知りたがり屋さんのつむりのためにどうなるか教えてやるのだ。はい。大東亜連邦の国家方針を達成した瞬間に国名が日本から大東亜連邦に変わりましたね。国旗も青地に日の丸、さらにその上に五七の切り紋が描かれたものになったのだ。日本要素の多い大東亜連邦国旗ですな。てっきり大東亜連邦の旗はこれになるのかと。こっちはこっちで中国要素が多すぎるのだ。で、この大東亜連邦の一番のぶっ壊れ要素はこれなのだ。さっきの国家方針で書かれてた傀儡国を統合するディシジョン。なんと政治力を200払うだけで中核化された状態で傀儡国を併合できてしまうという。ということは今中国と韓国を選択したから70日後に中韓を中核化された状態で併合できるってこと？そういうことなのだ。おいおいホイヨン壊れたわ。政治力は有り余ってるから他の傀儡国も併合しまくるのだ。こんな化け物相手に戦うことになったソ連に涙を禁じない。さあさあ、もうすぐ統合作業が終わるぞ。どのくらい人的資源と工場が増えるのか。まずはタイ政府が統合に自宅、続いてインドネシアも自宅。もう人的の増加がヤバい件について。まだまだなのだ。次はビルマ、パラオ、フィリピン、台湾、そして大韓民国と中国なのだ。中国全土が入ったらどうなるんだ。やべ、フリーズしたぞ。お来た。人的は8000万人、工場は600か。やっぱこの国頭おかしいよ。さらに統合したコットから師団も引き継いだからそのまま167師団増えたのだ。あとはこの師団の編成を変えて主要国戦で使える師団に改造するよ。その主要国戦って敵はソ連を想定してますよね。おおイギリス、よくもあの時は我らは日本に異常しなかったな。帝国主義者で絶対に許さんぞ。なんだこの日本、北進論と南進論を両方やるとか。これ本当に民主主義国家か。連合国は帝国主義者の集まり、日本絶対に許さない。ささ、
インパール作戦の時間だ。この DLC にムタブチがいないのが本当に残念だ。そして英本の上陸を見越してドイツに連合艦隊を派遣。これいつもの大日本帝国と何が違うの？そして連合戦が進む1944年11月9日にはソビエト連邦が降伏。モスクワ条約でソ連はドイツと日本によって分割されて消滅したのだ。なんだ、この数十国が勝った世界戦みたいな分割の仕方は。最後は英本の上陸作戦だ。制海権が取れてるのかは全くわかんないけど上陸行け。制海権取れてる感は全くないけど上陸作戦が始まった。よし、急いで抜き取れ。後続手段も送り込んでご利用して立つぞ。ニューカッスルとロサイスの港が取れましたよ。よしよし、春の港は難しそうだが君たちの死は忘れないぞ。うわ、何これ戦線どうなってんの？自分が有利なのか不利なのかもわかんないほどぐちゃぐちゃなのだ。でもまあ徐々に攻めれてはいるな。ロンドンまであと少し。頑張れ頑張れ。インドの方はどうなのかな？攻めにくい山岳地帯も突破してインドストデリーの目と鼻の先なのだ。とどめとばかりにアフガニスタンも参戦させたからこれでインドはさらに苦しい戦いになるよ。いい感じだね。行ってるそばからニューデリーを解放した。リンジストは南部のボンベイか。でもボンベイに着く前にロンドンに着きそうなのだ。あと少し。そして1945年9月4日にはロンドンを占領。その後リンジストのドーバーに向かう途中でイギリスは降伏することで連合国との戦争が終結したのだ。ロンドン条約締結。日本はアジアの領土を手に入れたね。枢軸陣営はそれ以来の欧州とアフリカを勢力圏に入れたのだ。これって数十国が勝った世界戦ですか？違うのだ。というわけでノーコンプラマイズノーサレンダーの民主日本プレーはここまでなのだ。これは日本といいハルド供与。この後はただひたすら傀儡国を統合してたら人的資源が1億人を突破したり大デルマン帝国と5000万人が絶滅戦争をしたりしてたのだ。いやずんだもん先輩何してんすか？まるでソシャゲのインフレみたいな強さをしている今回の日本。頭の悪い日本を作れた島は満足なのだ。次回はどこの国でプレイするのかな？中国のどこかしらの国でプレイしてみるかもなのだ。でもその前に前々からやる詐欺しているモッドをやってみようかな。つまりはノープランってことっすね。というわけで今回はここまで。次回の動画もまた見てくれなのだ。あとついでにチャンネル登録もよろしくな。それじゃバイバイ。